さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。今回は久しぶりに漫画レビューをしようと思います。息抜きはしないといけませんからね。では早速、今回レビューする作品はこちら。真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました。です。追放系作品はビーストテイマーでもうゴリゴリだったのですが、気になったので読んでみました。ビーストテイマーのレビューを見ていない方はぜひそちらもご覧になってみてください。全体的な感想としましては、少し、となるような部分はありましたが、おおむね良かったです。満足でした。では、内容を解説していきますね。ネタバレを含みますので、見たくないという方はブラウザバックしてください。いいですね。始めますよ。では、世界観とあらすじを説明していきます。まずはじめに説明しておかないといけないのは、加護という存在でしょう。生きとし生けるものすべてに、生まれた時から職業のようなものが与えられます。それが加護というものです。この加護により、その人の役割、人生そのものが決定してしまう強力な力です。戦士であれば武器の扱いに長け、魔法使いなら魔法の扱いに長けるような感じです。最初からレールが敷かれた状態で人生がスタートしてしまいます。しかもこれ、その加護によって性格まで変わっていってしまうようなんです。ですので、敷かれたレールを外れて進むのは大変難しいだろうなぁという世界です。そしてこの世界は、魔王軍と人間が争っています。人間側がかなり劣勢で、救世主が現れるのを待ち続けている状態になっています。そんな折に、勇者の加護を持つ少女が現れました。この少女が魔王軍と戦う物語ではなくて、その兄であるギデオン・ラグナソンという人が主人公です。そしてタイトルからもわかるように魔王軍とは戦いません。このギデオンが勇者パーティーから追放されてしまい、身分を隠して辺境の地で細々と生活していくというのが物語のあらすじになります。とりあえず追放された理由から説明していきましょうか。仲間の一人から「お前は真の仲間じゃない。出ていけ」と言われて出ていきました。それはギデオンの加護に関連してくるようです。ギデオンの加護は導き手というものです。勇者をある程度強くなるまで守るために生まれた時からレベルが高い状態のスキルを持っています。しかしレベルが高いだけで武器や魔法、固有スキルは一切覚えないのです。レベルが高いだけだと今後の魔王軍との戦いについていけない、足手まといになるからパーティーを抜けてほしいということのようです。導く必要がなくなったから用済みという分かりやすい追放理由でした。それ以外にも理由がありそうな気配ではあります。私が察するに、勇者のことが好きだけどお兄ちゃん大好きシスコン妹から兄を引き剥がしたかったという感じでしょうか。一巻ではこれ以上のことはわからなかったので当たっているかどうかは不明ですけれど、次はそんなギデオンが追放された後何をやっていたかですね。パーティーから抜けてレッドという名前に変え、辺境の地で薬草を売って過ごしています。のんびりと過ごしている間に友人の妹の息子が病気になり、そのための薬草を取りに行くついでにちょっと強そうなモンスターを倒したり、薬草店を開いたら昔仲間だった王女が住み着いたりしました。良かった点を言っていきますと、追放理由がすごくまともで良かったです。レベルが高いだけの主人公ですが、実は戦闘以外のこともしておりまして、料理や仲間の体調管理、情報収集に消耗品調達、収支管理や交渉など、裏方的なことをたくさんやっていたようです。そんな有能な人材を追放するなんて、また知能指数の低い頭空っぽパーティーかと思ってしまいますが、両者的には一人しか追い出そうとしていないし、その一人も勇者を独り占めするために追い出した可能性が高いという点が良いですね。世界の平和より
の一人の女性を優先する非常に人間味のある行動がいいと思いました。それにキャラ作り、設定が丁寧だなと感じます。薬草店で住み込みで働くことになった女の子、リットとの関係性や過去の話が2話分も使って丁寧に描かれています。こういう描写って好き嫌いが分かれると思うんですよ。私は好きですけれど。主人公たちとの絡みだけを見たいとか、さっさと物語を進めてほしいという人には退屈してしまう部分かもしれません。設定がきちんと練られている方が私は好きなので、キャラたちの昔話はすごく良かったです。それに、主人公とヒロインだけではなく、モブキャラたちとの絡みも多いので、世界や構想がしっかりと作られている感が出ているのも好きなところです。というぐらいかしら。女の子が可愛いというのは当然としてね。悪かった部分というのはほとんどないんですが、いくつか、それおかしくないという部分があったのでさらりと言っていきます。すっごくどうでもいいことなのかもしれませんが、カゴっていうのはステータスの一部みたいなものなんですよ。ですから、〇〇のカゴってカゴまで鍵括弧をつけちゃうと、〇〇のカゴというスキルみたいに感じるんです。それで日本語合ってるのかなって思いました。カゴつながりでもう一つ、プロローグで出てきたヒュージデーモンというカゴ。ヒュージデーモンというのは種族名じゃないんでしょうか？カゴではないと思うんですよ。まさか、人間というカゴを誰か持っているわけじゃないですよね。キャラたちの設定は頑張って作っている雰囲気はあるだけに、これが際立ってしょうがなかったです。カゴについての設定が甘かったかな、残念だな、という感じでした。主人公を追い出す箇所でも、少し笑ってしまうところがありましたね。この展開、ビーストテイマーでも見た。何これ、追放の老系作品では書かないとダメな描写なんですか？これがなければ完璧だった。たった一コマですよ。このたった一コマ書かれているだけで、装備を置いていくシーンだとか、それについて何か思う主人公の心理的描写とかないんですよ。だったら書く必要ないじゃないですか。この部分がなければ、真の仲間を大事に思い立ち上がった男、もしくは勇者を独り占めしたかったヤンデレ男、という認識だけだったんです。この一コマのせいで余計な性格が付与されちゃったなぁということが本当に残念です。というか、真の仲間って何ですか？まあ、勇者を独占したいというのが第一だったから、真の仲間云々は取ってつけたような理由だったんでしょうが。あとは、消耗品調達や収支管理をしていたにもかかわらず、金銭感覚がないということですかね。万単位で売買をしていたからわからなかったと言いますが、収支管理しているならどれがどの程度の価格なのかってわかりますよね。それに序盤の方で1日の生活費は1テリルくらいと言っているんです。しかし後半でその考えがなく初めて思いついたように、生活費は30テリルで足りるなって言うんです。どれだけバカなのって思います。しっかりキャラ作ってるんですし、こういうカバはやめてほしかったです。というぐらいですかね。大きなところは細々としたところはいくつかありますけれど、辺境の地、しかも犯罪者すら寄りつかない見捨てられた土地って言っているのに発展しすぎじゃない？漫画家さんは頑張って描いたんでしょうが、何も気づかなかったんでしょうか？メインヒロインであるリットについても少し。リットは B ランクの冒険者らしいんです。すごくややこしいのですが、組と言っているのでパーティーについて言っているんですよ、おそらく。でも、冒険者の一人っていう個人で言っているんです。パーティーとして言っているのか個人として言っているのかものすごくわかりづらくない？しかも、個人の実力なら A ランク以上ってさらに言ってるんです。パーティーを抜けたら A ランクになるけど、パーティーを組んだら B ランクに下がるって、わけわかんないですね。他のメンバーが相当足を引っ張っていると言いたいんでしょうがわかりづらい。どうしてこんな表現にしたんでしょうか？単純に B ランク冒険者パーティーに所属する一人って言えばいいだけなのに。それと、私のボキャブラリーが少ないせいで、ブライって何？って思ったり。
調べて意味を知った上で読んでも、ブライって何？ってなったり、どこでブライ感を感じ取ったの？って思いました。回想シーンで敵の背中に剣を刺している様子だけど、前から現れているのはどういうこと？スキルを使って剣を投げたのかな？描写が足りないなーって思ったり、という感じでした。文章やちょっとした描写に目をつぶれば、大変よくできた作品でした。しっかりしたキャラ設定やゆっくり進むのが好きな人、追放系作品が好きな人、スローライフが好きな人たちにはおすすめかもしれません。気になる方はぜひ読んでみてください。2巻以降、勇者パーティーが落ちぶれるようなザマー展開が起きないことを祈ります。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで私が思ったことをありのままにレビューしていきます。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回レビューしたい作品がありましたらお会いいたしましょう。追伸、こちらレビューの台本書いた後に調べて判明したのですが、今年の7月にアニメ化するらしいですね。しかも今春にはアーリーアクセス版の PC ゲームまで発売されるようです。すごくない？確かに結構面白かったので人気あるんだろうとは思いましたが、こんなにあるとは思いませんでした。アニメ化したらレビューしますし、ゲームもやってみましょうか。楽しみにしていてくださいね。